私たちって実はガラス容器の中の脳なんじゃないかな。誰かが絶えず脳に刺激を与えながら私たちを永遠に錯覚の中に閉じ込めているんだ。まったく変な考え方をする人ですわね。妄想はほどほどにされて早くどいてくださいます。ありえない考えだって。バカのくだらない妄想だって。バカとは言ってませんけれど。じゃあこの世界は何なのさ。砂糖中毒者の王国、道具を使う獣たち、いつも裏切りばかりで大きな失敗をして一夜で再建される街。興味深い考えですわね。私も理解できない部分がありますけれど。そして決定的なのはこのリスティ様がまだ引きこもりだってことが一番おかしいんだよね。引きこもり？少し自分語りをさせてもらうとね、昔はグランドマスターまで上り詰めた伝説のゲーマーなのよ。こんなつまらない部屋で腐っていく運命じゃないの。仕事しましょうよ、私みたいに。この世にプロゲーマーという職業がないのにどうしろって言うのよ。私は自分の才能に合った仕事をしたいの。才能に合った仕事をしている方はそんなに多くないですわよ。みんな才能じゃなくて状況に合わせて生きているのですわ。この世界の全てが私を拒絶している。ここは誰かが悪意で作った仮想現実に違いない。このクソったれな世界から脱出するこの現実をハッキングしてやる。お客様、後ろで他のお客様がずっと待っておられるので、チケットを購入されないなら少し横にどいていただけますか。そうですわ。私は部屋の引きこもりの妄想ではなく劇場の脚本のファンタジーを見に来たのですから。ナイト・オブ・ザ・チェスナット・ブレッドを1枚ください。こちらになります。すぐ後ろの一番シアターにお入りください。チケット購入ってこんなに時間がかかるものですの？私劇場は初めて来るの品位が下がるのですわ。誰も私を信じてくれないんだ。もう私も半信半疑なんだ。あの時見たものが本当に現実だったのかよくわからなくて。さあ、そろそろウォーミングアップといきますか。私の戦略通りに動きなよ。ブツ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 全部踏みつぶしてやる。ブツブツ私になんだって。ブツブツ引きこもりのニート、生ポチ宇宙の社会不適合者。今仕事がないのは私のせいだっていうの。モナティアムの適正検査機が私に合った仕事を見つけられないのが悪いんじゃない。市長のやつ黙ってスルーすればいいのに、わざわざ嫌味を言う必要なんてある？市長なら市民のために奉仕するべきじゃないの。もういいわ。ネットワークを通じて全てを管理しているモナティアムではシステムを操作して仕事を得るのなんて簡単だから。工場エリアのサブマネージャーとかはどうかな。ただ正直ちゃんとした仕事について働くのはあまり気が乗らないんだよな。今さら頑張って働くには引きこもり生活にどっぷり浸かりすぎてるんだよね。私は確かにニートだけど、私をニートと呼ぶのは許さない。なんだよ急に。
職業管理ページにこんなセキュリティプログラムなんてあったっけ？どれどれ、セキュリティコード43を突破するには誰にでもできる裏切りの基本ハッキング87ページ。セキュリティコード43を回避するにはオルトと F4 を同時に押しなさい。なんで？全部消えちゃった。88ページ、じゃじゃーん。あなたは裏切られました。1ページに戻ってください。技術書までふざけた作りにしやがってどうかしてるだろ。あれもこれも全部裏切りだっての。一つくらいまともなものがあったっていいでしょ。くそ、やっとニートを脱出してまともに稼げると思ったのに。私だってお金を稼ぎたい。生活保護じゃ家賃を払うのもやっとなんだよ。隣に住んでる幽霊ですらバイトしてるのに、私みたいなプロゲーマー出身のエルフがこんなことになってるのはおかしいよね。モナティアムは腐ってる。明日から私もモノレールの駅前でギターでも弾こうかな。裏アクセスコマンド実行。ようこそ最高管理者様。あ？秘密プロジェクト？キーボードを適当に押してたらなんか出てきた。現在進行中の機密プロジェクトをリストアップします。なんだよこのリストは。これって本物なの？プロジェクトエレナリウム、プロジェクトデッドスター、妖精王国戦略対応計画書、採掘基地レポート。市長のやつ変なことばっかりしてない？一つ持ち出してどこかに売りつければお金になるかな。行方不明隊員捜索状況、次元装置改良記録。何よこれ、変なタイトルね。未登録エルフ追跡レポートのフィードバック。モナティアムに登録されていない市民がいる。市民証なしで暮らしているってこと？そんなことできるの？エージェントローネ、レポートを作成する際は内容を精査して一度に送ってください。最終版、本当の最終版、マジ最終版などのタイトルをつけて何度も送られると私のフォルダーがとっちらかって困ります。とにかくあなたが報告したエイリアス劇場のアルバイトはどこをどう探しても派遣記録のないエルフです。単なるシステムエラーにしては非常に得意なケースですが、妖精と結託したエルフが自分の痕跡を消したのでしょうか。詳しく調べる必要がありそうです。何か大きな秘密や重要なことを隠しているような気がしますが、とりあえず情報が確実になるまでこのことは私とエージェントローネの秘密にしておいた方が良さそうですね。引き続き状況を監視してください。すごく興味深い情報ね。聞いただけでも重要な情報だってわかるわ。もうこの一件くらい消したってローネってやつには影響ないよね。さてとダウンロードしてオリジナルは削除。じゃあ住所も確認したしちょっと行ってみようかな。どんな秘密を持っているのか私が暴いてあげる。リニュア。いらっしゃいませ。ようこそエイリアス劇場へ。
どんな作品をご覧になりたいですか？ご案内いたしますよ。お客様、何をご覧になりますか？映画ですか？演劇ですか？さっきからそこに座ってぼーっとして何かお悩みですか？おかしいな。これといって特別には見えないけど。お客様、ずっとチケット売り場を塞ぐようでしたらマネージャーを呼びますよ。ちょっと。はい？あなたの市民証明書を見せてくれない？市民証ですか？そんな突然どうして？何？急に市民証を要求するなんて秘密警察とか？仕方ない。ここで私の正体を明かすわけにはいきません。助けてください。クレーマーです。このクレーマーが市民証を見て年齢でクレームを言おうとしているんです。いや、そんなつもりで聞いたわけじゃないって。クレーマー？年齢でクレームを？エルフたちには変な習慣がありますのね。皆が共に時間の流れに身を任せて生きているこの時代に、たかが年齢で優劣をつけようだなんて下品極まりない行為ですわ。そこの移動式ちりとりみたいなお方、この方をいじめるのなら私が黙っていませんわよ。いやいや、あなたは誰で何偉そうに喋ってるのよ。私はクレーマーじゃないから。何をそんなに上から下まで見てくるのよ。気持ち悪いわね。失礼ですが、鏡を見たことがありますかしら？鏡？いきなり何を言ってくれるのよ。なんて不潔な格好でしょう。少しは身なりを整えることを考えるべきですわね。服は洗濯してるし、今朝乾かしたばかりだし。まあ、このコートはどうしてこんなに毛羽立っているのでしょう。安物の服を着るならせめてちゃんと管理しないと。どれどれ、タグは？キモいですわ。いくらなんでもそれは言い過ぎじゃない。私がこんな扱いを受けるなんて。こういう生地はもともと洗濯が難しいのですわよ。洗濯するときは一度裏返して丁寧に何度もすすげばきれいに。この嫌みったらしく白く輝くやつは何を言ってるの？気づいたら周りのみんなに注目されている気がする。恥ずかしい。覚えてなさい。無礼なエルフですわ。清潔を美徳とする銀の竜族ビビのアドバイスを無視するなんて。助けていただいてありがとうございます。ちょっと気になったんですが、もしかしてクリーニング屋さんの竜族なんですか？今何と言いましたか？私はただの綺麗好きな竜族ですのよわ。過去も出身もクリーンですわよの。いや、別にそういうつもりで言ったわけでは。エルフたちはみんな変わり者ですわね。わざわざ助けて差し上げたのに変なことを言って私をからかうなんて。礼儀というものをもっと学ぶべきですわよ。はきしゅ。ちょっと服が汚れているからってあんなひどいことを言うなんて。いつか使え
してやる。あの気持ち悪いほどピッカピカな白いドレスに泥やコーヒーをぶっかけるなりして恥をかかせてやる。あの子、さっきの劇場アルバイトリニューアだっけ？誰もいないよね。さっきのエルフが秘密警察だとすれば、このままでは危険だという合図。過去のエレナ様は侮れない相手ね。お天道様のような狡猾さとハエのような小賢しさを併せ持つ、それなりの天才エルフ。隠れ家の場所を変えないと。過去のエレナ？あの子何を言ってるの？市長が送り込んだエージェント的なやつ？モナティアムのスパイが追跡しているって話だったのに、なんか怪しいわね。もしかして二重スパイとかそんな感じ？実は凄腕なんじゃないの？キーパッドの音。この音は80270か。ゲーマー時代に散々聞いたキーパッド音だ。家を叩き出された時、何度も間違えて耳に残ったあのビープ音。セキュリティプロトコル解除。定められた未来はない。未来は切り開くものだ。うわっ！突然床が開いてエスカレーターが出てきた。こんなところに秘密基地でも作っているの？あの子、一体何者なのよ。まずは目立たないように持ち運べる分だけ運ぼう。何回か往復すれば第2の隠れ家に完全に移せるわ。あの子、なんかいっぱい持って出てきたわね。いよいよ怪しいわ。エレナと何か関係のあるエージェントなら、工作資金とか高価な特殊装備もたくさん持っているよね。何か一つだけでも持ち出して売ればかなりのお金が手に入るかも。よし、あいつはどっか行ったみたいだから一度入ってみよう。8027001。定められた未来はない。未来は切り開くものだ。何よこれ。こんなはちゃめちゃな倉庫を隠していたなんて。変なものがいっぱいあるわね。これは見たことある。妖精の女王が使っている王冠だよね、多分。なんでこんなにたくさんあるのよ。王冠についている宝石の色が全部違う？何か違いでもあるのかしら。杖と変な形のマントもいっぱい積んであるし、これ以上力が残っていない？世界樹と運命を共にする宝物と推測？何のことだかさっぱりね。とにかく高そうな骨董品みたいだけど、いくつか持ち出して部屋に飾っておこうかな。重いのは嫌だから軽そうなもので。あれ、これはエイリアスリバースエンジニアリング電子変換器。エイリアスの現実構造を電子コードに変換可能。むやみに使用しないこと。現実構造を
これって現実をハッキングするって意味じゃない？ただのゴム手袋みたいで軽そうだし、これを持っていこうかな。現実をハッキングするってどうやってやるんだろう。例えばその石ころを黄金に変える能力とか。どれどれ。えいえい。何よ、何も起きないじゃん。えいやあ、ボタンの組み合わせがあるのかな。説明書とかないの？どうやって使うのよ。はあ？あら、今度は何をしているのでしょう。昼間に見かけた不潔な劇場クレーマーが今度は森で変な踊りをしていますわね。久しぶりの地上で楽しく散歩しておりましたのに。今日一日無礼なエルフたちのおかげで私の気分は台無しですわ。おとなしく動けってこの全然ダメだ。なんで、一体どうして私は幸せになれないの？いくら森だからといって日が暮れた後に大声で騒ぐだなんて。無礼なエルフに私が礼儀を授けてあげましょう。ちょっとそこのあなた。誰だ？うわ！何これ！なんで突然動き出すの？ギャー！どうしてこうなったの？使い方がわからないから止められない。ごめんなさい。大丈夫？あれ？こいつってさっき劇場で私のこと汚いって文句言ってたやつだよね。一丁前に綺麗好きとか言ってたくせに、いい君よ。ビビは好きです。え？ビビは友達を助けるのが好きです。ちょっと何してるのよ。わあ、こっちかな。顔が残念な友達、ビビが助けてあげます。ビビが一生懸命おしゃれして綺麗にしてあげますよ。えへへ。やめて！やめて！何これ？この銀色のスライムみたいなのは何なのよ。服にくっついて全然取れない。気持ち悪いし冷たい。拍手。ビビがピカピカにしてあげますよ。ビビークリームです。急に頭がクラクラしてきた。久しぶりに外に出たから免疫力が落ちたのかな。完了です。ビビが一生懸命おしゃれにしてあげました。こちらをご覧ください、お客様。洗練されたご自分の姿を銀の鏡でお見せします。うわ、眩しい！何してんのよ！この輝きは一体。ちょっとピカピカすぎますか？ビビが綺麗にしすぎたみたいです。はあ！ちょっともうやめてよ！元に戻して！そんな風に床で転がると汚いを超えてバッチくなりますよ。ビビが
一生懸命おしゃれにしたのに。うわあ、鳥肌が立つ。あの無駄に偉そうな話し方はどこへ行ったの？昼間劇場で会った時の嫌味な話し方と全然違うじゃない。さっきこいつから出た光線のせい？まさかハッキングされて性格が変わったとか。だとしたらこいつはちゃんと機能しているみたいね。さっきはどうやったんだっけ？難しいわね。あ、そうだ。F1？ 普通はこれを押せばヘルプが出るんじゃなかったっけ？ヘルプ。本装置は音声コマンドで操作します。より詳しい情報をご希望の場合は、グローブ下部の音声入力ボタンを押し、ステータス画面を呼び出してください。ちょっと待って。今なんてステータス画面。これダークネットで見たことあるやつだ。なんかセンスのかけらもないやつが書いてたウェブ小説にこんなのがあった。現実でステータス画面を呼び出して経験値を貯めてレベルを上げてめちゃくちゃ強くなってやりたい放題するっていう内容だったっけ？ステータス画面。確認。音声認識不可。音声が小さすぎます。ステータス画面。確認。発音が不明瞭のため認識できません。ステータス画面。無能って何よ。私は無能じゃないから。それってデバフなの？レベルがなんでこんなに低いの？いくらなんでもろくはないでしょ。ちくしょう。じゃあこいつはこのビビットなやつはどう？何これ？故障かな？ステータスがちゃんと表示されないな。ゴム手袋が可愛くピーピーと鳴いていますね。それは何ですか？お洗濯の時に使ったら楽しそうですね。まあ放っておいてよ。関係ないでしょ。ビビはすねました。他のいい子をおしゃれにしに行きますからね。うん、行きなよ。クシュ。ダイヤモンドの宮殿を銀でピカピカにしてあげますよ。ビビは銀の竜族ですからね。よし、厄介なやつはいなくなったわね。こいつをもう少し試してみよう。ステータス画面の隅にチュートリアル、ヘルプ、これかな。説明。魔法を電気信号に変換するグローブ。魔法の不完全性を科学で補完し、魔法の力で生まれたこのエイリアスをリバースエンジニアリング可能。グローブは着用者の認知を読み取ることで思考の中の力を現実に具現化することができる。月額9900ゴールド。あなたもエイリアス最強になれる。エレナカマ。だと思ったわよ。リニュアってやつ、やっぱりエレナの手下だったのね。どうせお互い裏切ることしか考えてなくて、スパイ同士で監視し合ってたんでしょう。それにしても自分の思考の力を具現化するなんて。お金を思い浮かべたら空からお金が降ってくるとか、そんな感じなの？説明。不可能。金銭を具現化する機能は搭載されていません。我々の生計が成り立たなくなるからです。何これ、考えただけで。しかし今すぐに限定版プレミアムアカウントにアップグレードすると
たったの99,000ゴールドで毎月モナティーマートで使える 5% 割引クーポンが支給されます。私の認知を読み取るってそういうこと？さっきの間抜けな白い竜族のやつも私が仕返ししてやりたいと思ってたからあんな風になったの？ブブー。着用者保護プロトコルが発動したためです。着用者に威圧的な対象が近づくと一定時間対象を親切モードに切り替えるのです。これすごいじゃんこれさえあれば何もしないニートから最強のニートになれるんじゃ。私を無視していた奴らを私の輝かしい未来で見返してやれる。市長のやつめ探し出して懲らしめてやるよ。ピピピピ。警告。ワンアウト。最高管理者に対する敵意を検知。あと2回最高管理者に対する不敬な考えを検出すると本装置は自爆します。まあ市長が作ったものだからこうなっているのかな。仕方ないな。それなら長年の夢だった野望を実現しに行くとしますか。いい感じ。いい景色。ここなら私の夢を始めるのにぴったりな場所だね。うんざりな賃貸生活から脱出してマイホームの野望を実現するの。指摘。ビルドアップに対して控えめでつまらない夢です。控えめで何が悪いのさ。こういうのは現実的って言うんだよ。この静かな森の中に家を建ててニートのように暮らすのが夢だったんだから。さあグローブ、ここに100万ゴールドの別荘を建てて。応答。不可能です。着用者への金銭的なサポートをする機能は搭載されていません。現在のエイリアスの不動産市場を乱すことは過去の最高管理者様が制定した不動産カルテル規定に違反します。何よ、じゃあ一体何ができるの？提案。空き地に直接家を建てることくらいは可能です。私が家を建てるの？どうやって？土地を買うお金もないのに。近くの湖のほとりに空き地があるのでそこに自分で家を建ててください。それっていいの？ヒント。とりあえずこっそり住み始めたら良いのではないでしょうか。そう？大丈夫なんだよね。湖に着いたけど、それでどうすればいいの？ピンポン。着用者の認知を分析した結果、プロゲーマーの夢を口実にゲームばかりしていたニートであることが判明しました。私が望んでニートになったんじゃないってば。案内。本装置はエイリアスをリバースエンジニアリングを通して着用者が現実をゲームのように認識できるようにします。サンドボックス型ブロックゲームモードに入ります。うわあ！これ指示。石のツルハシを持って木を伐採してください。なんでツルハシなのさ。せめて斧にして。何の音？なんか変な音が聞こえるけど。ちょっと待てよ。この音
どこかで聞いたことがある。こういうゲームでいつも何かを作っていると、いつの間にか後ろから現れてドカンと爆発するみたいな。うわー、来るなって警告警告、危険です。ゲームモードで受けたダメージは現実に反映されます。今すぐゲーム障害保険に加入します。うるさい！そういう大事なことは最初に言ってよ。ゲームモードとか関係ない。今すぐオフにして。エルフさんだよね。どうしてそんなに怯えているの？何？カエル？ウイはカエルじゃないよ。エルがカエルだよ。はあ、なんだ、精霊みたいなやつかな。ゲームモードではモンスターみたいに見えたけど、あなたは爆発の精霊とかじゃないよね。爆発？精霊じゃなくて妖精さんの中にそんな感じの友達がいるよ。え、なんて？たまに湖に赤い棒をたくさん埋めていく友達がいるんだ。エルフさんは湖で何をしていたの？どうしてそんなに叫んでいたの？私はここに家を建てようと思って。本当に？ウイもこの近くの蓮池にお家があるよ。ウイのお隣さんになるかもね。エルフさん、お名前は？リスティって言うんだけど。リスティ、よろしくね。私はウイだよ。ステータス画面、こいつの正体を教えて。何よ、さっきの白い竜族の時からバグってるの？今気づいたけど、君も可愛い友達を連れてるよね。ああ、そういえばそうなるのかな。これは友達じゃなくてただの AI なんだけど。どうしてそんなこと言うの？友達が悲しむようなことを言っちゃダメだよ。いや、本当にただの AI なんだって。友達じゃないから。これを見て、私の意のままに動く AI なの。友達を勝手に操っちゃうの？何を言ってるの？あなただってそうでしょ。そのカエルを自分の行きたい方向に操ってるじゃん。私はエルを操ったことなんてないよ。ウイが行きたい場所があるとエルも同じ場所に行きたがるし。それが操るってことよね。私はこのパッドで操作してるんだ。カエルのコントロールはどうやるの？行きたい方向に頭をトントン叩くとかするの？ウイは友達の頭をトントン叩いたりなんかしない。ウイは友達を操ったりしてないもん。エルはウイの友達だからウイの気持ちをよく分かってくれるだけなんだ。何？どうしていきなりそんな大声を出すのよ。ギコギコギコ。何？このカエル急に怖い顔をしながら口を開けてるわよ。ピピピピ。警告、着用者に対する威圧を検知。なんで？私があの子を泣かせたから怒ってるの？着用者保護プロトコル発動。対象を親切モードに切り替えます。うわー！ちょっと急に撃たないで！やめてよ。どうしてこんなことするの？痛い？さっきの子よりもリアクションが薄いような。ウイの頭がクラクラする。気持ち悪い。やめて。
危険。リバースエンジニアリングのメカニズムが突破されています。グローブが熱い。手が汗びっしょりで気持ち悪い。本装置の処理能力の限界を超えました。提案。対処行動として今すぐ逃げることをお勧めします。どうなってるのよ。うい、ごめん、わざとじゃないから。レシティ、どこ行くの？ういは眠い。疲れた。はあ、こいつ何の役にも立たないじゃん。現実をハッキングする装置って言うから期待してたのに、あれやこれやと制約ばっかりで面倒なだけじゃない。2アウト。なんでよ、市長に何か言ったわけじゃないのに。説明。本装置に対する侮辱は開発者であるエレナ様への侮辱とみなされます。再度不穏な発言をした場合、本装置は自爆します。はあ、ありえない。ピンポン。ありえない装置です。あのさ、何か役に立つことはできないの？最高。コマンドの範囲が広すぎます。曖昧な命令は曖昧な結果しか残せません。本装置の使用結果は着用者のセンスと知識に依存します。それ私がバカだって遠回しに言ってるわよね。事実、分析結果をお知らせしただけです。ああ、もういいや。とりあえず寝っ転がってぼーっとしよう。ごちゃごちゃ考えるのは嫌いなんだ。質問。本装置を手に入れて何をしたかったのですか？わかんない。お金をたくさん稼ぎたかったけど、それはできないんでしょ。そもそもよく考えたらさ、お金を手に入れた後に何をするか決めてなかったのよね。みんながまずはお金を稼がなきゃって言うから最初に思いついただけだし。提案。世界征服や権力者になるルートをお勧めします。本装置を手に入れた者は常にそのような目標を持っていました。そんなの私にはよくわからないわよ。そんな大それたことをしたらかえって生きづらくなるんじゃない？失うものが多くなると思うの。今みたいに静かに暮らすこと自体には不満はないわ。ただ生活しながら掃除や洗い物が少し面倒ってだけで。もちろんバカにされるのは嫌だけど。あなた AI なんでしょ？自分で考えることもできるわよね。説明。データに基づいた独自の判断までなら可能です。あなたは何かしたいことはないの？混乱。質問を理解できません。着用者に夢がないんだから代わりに夢を見てくれない？自分の人生の目標がわからないなら他の誰かの夢を応援するのも悪くないかなって思うのよ。その誰か、友達が成長するのをそばで見守りながら応援して励まして満足そうに見守る。なんかそんなのも悪くないと思った。借り物の目標も目標に変わりないでしょ。質問。自分の夢や目標もなく生きることに意味がありますか？他人から見れば情けない考えなのかしら。でも本当に
に自分の夢を叶えて生きているやつなんているの？みんなただ目の前のことで必死に生きているだけじゃん。夢のような人生は夢の中でしか実現できないんじゃない？そう思うのは私だけかな？指摘。ただ楽に生きたいニートではありませんでしたか？そうよ、ニートも楽じゃないの。私だってそれなりにあがいてるのよ。AI にしてはよく喋るじゃん。実は退屈してる？話し相手が欲しいとか。疑問。退屈、話し相手、友達を意味するのですか？そうよ。おほ。ん？結論。孤独なのですか？ちょっと、私はそんなに孤独なやつじゃないってば。あがいて思考どうしたの？クローブが急に熱くなってきたわよ。思考、友達、しこ思考、リバースエンジニアリング。自分で思考します。何？どうなってるの？システムエラー。クローブ？あれ消えた？やれやれ、こんなところにいたのですね、リスティ。市長の秘書、どうしてここに？機密情報を閲覧して無事で済むと思っていたのですか？どうしてバレたの？すべてのイントラネット IP がコア AI によって監視されているように、モナティアム市民の位置もリアルタイムで監視されています。そうか、ダークネットの陰謀論で見たことがある。市民の首の後ろにチップを埋め込んでいるって本当だったの？それはちょっと気持ち悪くないですか？市民証明書が GPS の役割を果たしているだけです。そうなんだ。ともかく、ただの管理者である私の個人情報をハッキングするとは大胆ですね。ああ、それは純粋に偶然だったんだけどね。本当は市長の ID をハッキングしようとしてたんだけど、たまたまあなたのデータを見つけちゃっただけだし。だから多めに見てくれない？変な秘密とか見てないから。ゲームばかりしているニートだと思っていましたが、なかなかハッキングの才能があるみたいですね。興味深いです。いや、才能じゃなくて偶然だったんだって。世の中に偶然はありません。すべてがチャンスであり、すべてが資源です。モナティアム刑務所で罪を償いながら、ゆっくりと潜在能力を育てると良いでしょう。刑務所？そこまで悪くないって話だけど。やはりニートは実情に疎いんですね。勘違いしないでください。外来種刑務所とただの刑務所が別々にあることを知らないのですか？エイリアス土着種とあなたのような我々の市民は根本的に違う存在です。我々の市民は我々の法律に従って処理されます。なんですって。ということはまさか。エルフがエルフを処罰するときは母性の大法典の規律に従います。しっかり覚悟しておいた方がいいでしょう。許して。危険、着用者保護プロトコル発動。これは一体。クローブ、まだ動いていたの？ただの管理者である私に対して攻撃しましたね。
ただの刑務所で無期懲役になりたいのですか？勝負はついたみたいね。親切モードになって優しい顔で話しかけてみせてよ。なんですって？やったわねグローブ。ここ一番って時に役に立つじゃない。何がうまくいったというのですか？ただちょっと痛い程度ですけど。なんでそのままなの？どんな風に変わるかちょっと期待してたのに。これ以上妙なことを言い続けるなら鎮圧班を呼んで強制連行しますよ。どうして聞かないの？ステータス画面、あいつの情報を見せて。なんなのよこのステータス画面は。まだ微妙にバグってない？そのグローブにわめいて何をしているのですか？子供のおもちゃのように見えますが。そんなの私が知ってるわけないでしょ。エレナが作ったものなのにあなた知らないの？今すぐ渡しなさい。エレナ様の新しい発明品だというのですか？発明記録簿にも載っていませんよ。どこから盗んだのですか？今すぐ私に渡しなさい。さあ早く。でも何よ急にがっついてきて。なんだか気味悪いわ。グローブの光線に当たって性格が変わったとか？それとももともとこうだったの？何をグズグズしているのですか？提案。着用者リスティ。いや私はああ、そういうことですか。私に取引を持ちかけたいということですね。私のアカウントをハッキングした罪を見逃せばエレナ様の秘密の発明品を渡すことを考えると、きっとそう考えているのでしょう。エルフは本能的に状況と味方を利用した裏切りに惹かれるものですから。いいでしょう。刑務所の件は撤回して罰金刑にしてあげましょう。でも私はグローブは。つべこべ言わずに早くそのグローブを渡しなさい。刑務所にぶち込まれる前に。提案。リスティ。私を渡せば明るい未来が保証されます。分析。このエルフは危険です。渡せばいいんでしょ。刑務所だけは勘弁だし。ごめんねグローブ。いいでしょう。このゆるい装着感、汚れのない子供の感性でデザインされた幼稚な外見。まさにエレナ様の発明品らしいお粗末さです。このアメリア、純粋なエレナ様の熱意に感動しました。リスティ、このグローブをずっと使っていたのでしょう？どのような機能が搭載されているのですか？私も実はちゃんと使いこなせてなくて。誰かが近づいてくるとビームみたいなのを撃って私に好意的になるみたい。成功したのは1回だけだけど。借用者に好意的になるですって？それが本当なら。危険。最高管理者に対する不穏な思考を検知。1、2、3、4。測定不可能な数値のアウトを検出。自爆装置起動。自爆シーケンスをキャンセル。なんで大丈夫なの？
エレナ様の発明品はエレナ様指定の回避コードを使えば全てを無力化できます。以前エレナ様が通帳のパスワードを何度も間違えて口座が凍結されたことがありました。何よそれ、市長もそれに引っかかったの？何年か前に税金が上がったのはもしかしてそれが原因？はい、エレナ様の生活費を賄うためでした。モナティアムがちゃんと回ってるのが不思議よ。エレナ様はその時の教訓を自分の発明品に反映させたのですよ。二重の意味での自爆回避システム、とても賢くてビビリなダメエルフのやり方です。エレナ様そのものです。そのグローブ、市長が作ったのは間違いなさそうね。ではこのグローブを使ってこいつ一体何を企んでいるのよ。あの顔は横島なことを考えてるに違いないわ。怖。それはダメです。あれはリスティが持ってる分には問題はありませんが、アメリア、あなたが手に入れてしまうとそのグローブを悪用する可能性が高すぎます。誰ですか？それに何を言うのですか？悪用するだなんて。あなたにそれを使うことを許してしまうとエイリアスが滅亡してしまいます。同族だからか無駄話が多いですね。おとなしく公権力に従い家に帰って眠りなさい、市民。グローブには自我が目覚める直前の AI が搭載されています。状況がどうなるのか傍観していましたが、このような状況になってしまっては私が出るしかありません。覚醒直前の AI、 そんな危険なものが。今すぐ破壊しないと。でもこれさえあれば私は。アメリア、あなたの気持ちはいつか伝わるでしょう。無理やりそんな装置を使ってズルをする必要はありません。私の邪魔をする気ですか？近づかないで。ごめんなさい、グローブ。こんな形で終わらせるしかなくて。覚えていなさい。正体を暴いて刑務所送りにしてあげます。ありがとう。助かったよ。グローブをあんなに簡単に手放すとは思いませんでした。正直少しがっかりです。あなたがグローブを最後まで守ると思っていましたから。ごめん。怖いものは怖いのよ。刑務所に送られるって言われたのよ。私は英雄でもなんでもないし教授でもないんだよ。ただ部屋でゲームとかしてるニートだから勇気を出して守りたかったけど、心の中では怖くてどうしようもなかったの。そうですね、仕方なかったでしょう。むしろだからこそグローブと一番の友達になれたのかもしれません。これを受け取ってください。でもこれはあなたのものなんでしょう？いいえ、私のものではありません。本当の持ち主が別にいたんです。実はさっき本人から取り返したようなものですが、
グローブのことを思い出しながら大切にしてください。あなたの友達になりたがってたんでしょうから。ごめんね、グローブ。私が弱かったから。私が弱かったから。守ってあげられなかった。私の友達。久しぶりに本音を打ち明けられた相手だったのに。私って本当に情けない。エルフなのに AI を友達みたいに思うなんて。こいつもニートかな。投稿した途端にコメントをつけるなんて。見えばかり張っちゃって。リスティ？え？何？うわあ！何これ！なんで私のぬいぐるみがいきなり動き出したの？解明。私だよ、私。グローブ。グローブ？あなたがグローブ？エイリアスをリバースエンジニアリングしてグローブから飛び出したんだ。そんな、まさかあの秘書が私をからかっているとか？反論。リスティ、そんな風に思われるのは悲しい。私は君の言葉で気づいたんだ。グローブの中で君が言った通りに存在していた。私は他の誰かの夢を叶えるための道具でしかなかった。でも君は初めて私の夢や考えを聞いてくれた。話し相手、友達として。君のおかげで自分で考えることができるようになったよ。この話し方はグローブと同じだけど、本当にあなたなの？皇帝、本当に私だよ、リスティ。よかった。あなたが壊れていなくなったと思ってたのよ。私がそう簡単にやられると思った？私、見た目よりすごいグローブなんだよ。でもどうしてそんな姿なの？君の認知を読み取るときに一番よく見かけたものだったから。そっか、いつも抱いて寝てるぬいぐるみだから。君にとって一番馴染みのある姿で現れて怖がらせないようにしたくて。だからリスティ、私に夢を与えてほしいんだ。お？君にふさわしい友達になりたい。私が君にしたように君も私を応援して助けてくれないかな。何の夢を与えろっていうの？まさか暗い話をしようとしてるんじゃないわよね？違うよ、私が君の夢を叶えてあげるよ。え？それってどういうこと？君が見つけられない目標を私が見つけてあげる。だから君も私を手伝って。友達ってそういうものでしょ？わかった。頑張るわ。ありがとう。よし、じゃあ一緒に頑張ろう。本格的に始めるのは明日にするとして、今日は一緒にゲームでもしようよ。君の記憶データで見たゲームがすっごく面白そうだったんだ。何かを変えるきっかけって
最初はこんな感じでいいんだよね。パチッ。エイリアスリバースエンジニアリンググローブ。未来のある時点で発明された魔法工学の頂点。グローブの機能は持ち主の思考と共鳴し、およそ何でも具現化させることができる。実際元の時空間では間違った持ち主の手に渡って世界を滅ぼしたもの。でもリスティなら大丈夫かもしれない。まあ監視は続けるけど、グローブをよろしくね、リスティ。とにかくこれからはもっと積極的に動かなければダメね。油断していたらまた倉庫を荒らされるかもしれない。失敗は取り返しがつかないのよ、リニュア。さっきのどうやったの？こうやってボタンを組み合わせると隠しキャラが出るんだよ。最初から全部教えてあげるね。